皆さんこんにちは。別館すみチャンネルへようこそ。今回の動画は2泊3日で北海道を訪れている2泊目の動画です。1泊目は北湯沢の緑の風リゾートに宿泊しました。2泊目となる今回は登別温泉に向かっています。登別温泉は明治時代に温泉宿が作られてから日本有数の温泉地となりました。そして地獄谷へのアクセスもしやすく、観光の拠点としても多くの人から選ばれています。紅葉がとても綺麗な時に訪れることができ、とてもゆったりと楽しく過ごすことができました。このチャンネルでは、これから宿泊しようだとか、どこかへ行ってみようと考えている方々のお役に立つことを目標に動画を作成しています。更新頻度はあまり多くありませんが、チャンネル登録をしていただいて応援してもらえると嬉しいです。今回宿泊するホテルはこちらになります。登別温泉にある第一滝本館。素敵な佇まいですね。最初エントランスのところで荷物を下ろしていましたら、駐車場はこちらの方を案内されて車に乗ってきました。さあなんとですね、鹿さんがいたんですね。野生の鹿なんですよ。で、駐車場のところにいた人に聞いてみたらですね、普通にいるそうです。なので皆さんが寝いた時ももしかしたら会えるかもしれません。で、やっぱ近づくと逃げてしまうんですよね。結構今これもすでに近いところにいるんですけれども、こちらがフロントなんですが、プレミアムクラスに宿泊する人はプライオリティレーンというところを使うことができます。こちら2日目なんですけれども、ここの場所でですね、マスコットキャラの滝丸くんに会うことができまして、娘がすごい喜んで何度も写真を撮りたがってましたね。ここに荷物を預けることができるので、2日目は預けた状態でプール行ったり地獄谷行ったりしました。ではここから部屋の紹介になるんですけれども、エントランスのところから歩いて見てみましょう。私たちが宿泊する部屋は西館の方にあります。結構距離歩くんですね。それだけ建物が大きいことがお分かりいただけると思います。歩いていく途中にあるのはお土産屋さん、そして滝本館名物の大金棒です。こちら前はですね、時間のところで演奏が流れてたりしたんですけども、だいぶ老朽化が進んだということで別のところに展示してありますので、後でそちらもご覧いただければと思います。エスカレーターを登った先は右、真ん中、左に行くことができます。右が西館、真ん中が大浴場露天風呂、左側が飲泉どころと日帰り入浴のお客様が通る道があります。今回宿泊するのは西館の9階にあります。エレベーターを降りてすぐのところに今回の部屋がありました。質感がとてもいい玄関となっております。映像の左側が玄関ドアなんですけども、奥がウォークインクローゼットになっていました。逆側を見てこちらお手洗いが見えてます。部屋の方に入ってきました。
テラスがついていて、天気もいいこともあり、とても落ち着いて外を眺めることができました。こちらすでにちらっと温泉も見えてますよね。ここから見える景色、こちらなんです。地獄谷がはっきりとよく見えております。見渡してみますと、目の前山があってですね、左の方を旋回していたところに地獄谷があるんです。紅葉綺麗ですね。シャワールームなんですけれども、床暖房がついていました。これは冬でも助かります。今、客室天室に入りました。今日は緑の風リゾート北湯沢から、車で約1時間かけてこちらの大師滝本館の方に来ているんですけれども、この景色素晴らしいですね。奥に見えるのは地獄谷です。今日はまだ行ってないんですけれども、明日とかちょっとなんかライトアップされるとかいうこともあったんで、夜行けたら行ってみようかなというふうに思っています。すごいいい景色ですね。そして紅葉してるんですよ。ちょっとこれ映像でどれくらい紅葉がなってるかっていうのはわからないんですけれども、とても紅葉が綺麗ですね。最高です。さあ、そして温度の方なんですけれども、44度くらいですかね。そして源泉の方をちょっと見てみますと、48度くらいですかね。結構熱いお湯が出てるんだなというところです。ただ、浴槽内44度なので、大人は全然入れるかなという、そんな感じです。さあ、そしてですね、泉質の方なんですけども、体はですね、さすってみると結構スルスルする感じですね。北湯沢の方、緑の風リゾートの方はキュッキュッキュッキュがすごい強かったんですけども、こっちはスルスルしてるような、そんな感じですね。強くこすればキュッキュしますけども、やっぱスルスルしたっていう表現が正しいんじゃないかなと思います。で、若干ですね、やっぱり匂いの方も硫黄っぽいような、そんな香りもしているということですね。で、浴槽なんですけども、そんなに大きくないです。大人がですね、2人横に並んで足伸ばすともういっぱいかなという感じです。で、1段ですね、中にも階段があるので、そう考えると大人はですね、1人体育座りにしないといけないのかなと。半身浴でよければ、その階段のところに座ればいいとは思うんですけども、そういう感じですね。そんな広くはないけれども、とてもいい温泉になっております。今何食べてるんですか？おつき菓子です。美味しいの？美味しいです。でもこの黄緑が抹茶。めちゃめ抹茶は食べれないけど頑張って食べてる。抹茶食べれないの？そうだっけ？ここからは館内散策をしてみようと思います。やはり大金棒すごいですね。お土産屋さんも見ていきましょう。お土産の品物は全部ではないんですけれども、滝本館オリジナルを中心にぜひご覧ください。
下の階に降りてきました。こちらはゲームコーナーや卓球台、お食事処ですね。ラーメン屋さんやお蕎麦屋さんがあります。ラーメン屋さんはですね、夜食に行っておりますので、また後ほど。こちらはバーやカラオケバーがあります。こちらの場所を覚えていますでしょうか？部屋紹介の時に一度通っているんですけども、ここ一番左に来ると飲泉どころがあり、さらに奥に行くと日帰り入浴客の出入り口、受付があります。で、そちらですね、チェックアウトしてからも、ご利用証だったかな、領収書みたいなのを出すことによって、プールに入ることができました。また戻ってきまして、今度は真ん中のエスカレーターがある方へ行っています。こちらには大浴場、露天風呂やプールがあります。プールはですね、大浴場に入ってそこから下に降りていくという感じで入っていきます。ここですね、先ほどの大金棒の展示があった場所です。そちらの自動ドアは、部屋のカードをピピってやることで開きます。チェックアウトしてからプール行ったんですけども、その時もカードをもらってピピッとかざして上に行きました。正面のところで、有料ではありますが浮き輪などを借りることができます。右側が女湯で左側が男湯になりますけども、これ時間による入れ替えはありません。ここからは夕食のご紹介です。朝食も同じく湯の里でいただきました。映像は朝の映像なんですけども、こちらすぐ右側の方に入って夕食をいただきました。半個室になっておりまして、こんな感じで準備されておりました。ここからが私たちの食事で、滝本御前の秋の献立です。楽しみな夜食なんですけれども、こちらそばどころいでゆそばさんにするか、たけろくラーメンにするか、すごい悩んだんですよね。でもやっぱりラーメンの方に来ました。
今夜中なんですが客室露天風呂に入っています。今日振り返ってみますと、北湯沢の方から来てですね、客室露天風呂に入って、そしてその後大浴場に行きました。娘と行ったんですけども、ここがとにかくすごい圧巻でしたね。すごい大きいんですよ。で、なんか2階みたいになってて、下に降りていってもそこにも大浴場というか浴槽がいくつかあったり、打たせ湯があったり、あと歩行浴っていうのかな、なんかちょっと水風呂みたいな、水風呂じゃないんですけどね、冷たいなんかお湯じゃないですね、なんか水みたいな温泉があったりするところがあったり、そしてここから露天風呂に行くんですけども、そこの降りる前の上のところに名物ですよね、地獄谷が目の前で見えるっていうところがあるんですけど、これがね本当にもう絶景ですね。すごかったです。もちろん他のお客さんもいるんですけども、本当この景色独り占めしてるかのような、もう正面から地獄谷見ることができるんで、これはすごいなっていうふうに思いましたね。はい、今ですね、その浴槽からテラスの方を見てますけど、こんな感じです。さらに奥の方を見てみますと、これですね、地獄台の方が見えます。で、さっきまでは遊歩道のところもですね、足元あたりにライトがついてたんですけど、9時半だったかな、そこら辺で消えてしまって、今は地獄台の遊歩道ではないところがライトアップされていると、そんな感じですね。で今ですね、ここ電気ついた状態になっているので、これも多分消すことができるんで、消したらもっとあっちの地獄台の方がですね浮かび上がって見えるというような感じだとは思います。で相変わらず温泉の温度の方はですね44度になってました。で源泉やはり48度っていう感じでしたね。そこら辺はお昼過ぎというか、チェックインして間もなくとそんな変わらないというような、温泉になってます。でこの硫黄の香りがもう本当いかにも温泉に入っているなっていう感じがしますし、そうだ、大浴場もですね、これ源泉は一つなのかもしれないんですけど、なんか源泉いくつかなのかな、なんか5、6種類くらいの浴槽があってですね、どの源泉がいいか選挙みたいなことをやってましたね。それくらいありました、5、6ありましたね。食塩泉があったりとか、硫黄泉があったりだとか、いろいろこれから楽しむことができるという、そんな風な大浴場とかになってましたね。さあ、そしてですね、夕飯なんですけれども、私たちはですね、滝本御膳というものを、半個室でいただきました。ビュッフェとかもあるんですけども、私たちは滝本御膳という懐石料理になるのかな、そういただいたんですけども、これがね、まず一つ言えるのは美味しかったですね。で、ボリュームがすごかったです。私結構食べる方だけど、それにしてもボリュームがすごいなっていうふうに思いました。で来る前はですね、なんかこう他の人の YouTube 見たりとかしてたら、なんかお刺身があったりとかであっちの方がいいんじゃないかなとか思ったりしたんですけども、いやもちろんそっちに行ったらそっちが良かったと思ったかもしれませんが、滝本御膳で全然問題ないというか、むしろ良かったって思うくらい本当に美味しい料理でした。そしてスタッフの方々もですね、すごいこう気遣いのできる方々で、おもてなしですかがすごいできる方々でした。そんな感じでしたね。で呼び鈴というかなんかボタンを押すのあるじゃないですか、ああいうのを押して来てもらったりするんですけども、すごい腰が低い感じで来てくれてですね、どんなようなご用意でございましょうかみたいな、そんな感じで来てくれてですね、そこでいろいろこれしてほしい、ああしてほしい言ったりとかするとですね、かしこまりましたなんて感じでね、ドリンクのオーダーしたりだとかいろいろできましたね。本当ある意味当たり前じゃ当たり前になるかもしれないんですけども、お客様を本当に大事にしているということが感じられる、そんなですねひとときを味わうことができました。おはようございます。今朝7時半の客室露天風呂に入っています。やっぱりですね、起きてすぐに入ることができるっていうのはこれ本当最高だな。そしてこの絶景が見えるなんていうのはね、本当にとてもいいですね。気持ちがいいです。それでは朝食に行ってまいります。夕食の時にも使った映像なんですけども、今回は湯の里のすみれという個室の方に案内されました。朝食は和定食で準備してくれているんですけれども、4日前までであれば洋食もしくはビュッフェに変更することが可能です。
朝食を食べてきました。夕食同様にですね、ボリューム感がすごかったです。で、今はですね、ここのテラスでコーヒーを飲みながら地獄谷を眺めているという、そんな感じですね。やはりですね、結構もう人がいっぱいいますね。多分映像だとわからないかとは思うんですけれども、7時半に、温泉で客室風呂入っている時も結構人いるなと思ったんですけども、やっぱり人がどんどん増えて、本当にいい観光地なんだなっていうふうに思いますね。で、この景色がまたね、この紅葉しているシーズンなので、本当に地獄谷歩いている人たちも気分よく歩けてるんじゃないかなと思います。先ほど従業員の方と話したんですけども、たまたまというかちょうどいい紅葉のタイミングだったらしくてですね、これ1週間するとまたガラッと景色が変わってくるんですよなんて言ってですね、本当ベストタイミングで来られたというところで大変満足しております。今日この後は特にまだ何をするか決まってないんですけれども、プールにも入れるということだったので、そちら行ってみようかなと思っております。飛行機はですね、夜なんでまだまだ時間があるということで、北海道を満喫していきたいというふうに考えております。後ろからは源泉かけ流しの音が聞こえ、コーヒーを飲みながら地獄谷を眺める、これは本当に最高な3点セットです。それではここまでご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。